日本ではギャラクシーでおなじみのサムスンのスマートフォン、サムスンの最新フォルダブルフォン、折りたたみスマホであるギャラクシー Z フリップが日本でも販売されましたが、そこにはサムスンのロゴがありません。ヒンジ、折りたたみ部分にはサムスンロゴではなく、ブランド名、ギャラクシーが刻印されていますが、日本以外の国ではサムスンのロゴが刻まれているそうです。サムスン電子初のフォルダブルフォンのギャラクシーフォルド日本版も同様にサムスンのロゴがありません。ギャラクシー S6 日本版製品からは同ロゴが除去されているそうです。サムスン側は NTT ドコモと KDDI、au がサムスンの製品からロゴを除去することを要求したといい、これは販売拡大戦略であるとして具体的な言及を避けているそうです。ある専門家は、日本市場はアメリカと自国製品を好む傾向が高いと分析しつつも、世界トップのスマートフォンメーカーのサムスン電子が日本市場ではシェアが微々たることを指摘しました。その他には、発火したというのが大きい理由との意見がありました。日本ではかなり CM を流していますが、それでも売れません。折りたたみ式のギャラクシーが発売される時にも、発売前に販売延期になり、製品における信頼性のみならず、メーカーの信頼が失墜しかねません。韓国では、日本製品を買わないようにしていて、ロケットに描かれている日本企業の名前を隠したり、反日デモで日本のカメラや靴や楽器のメーカー名をテープで隠したりしていますが、日本では韓国製商品の不買運動などは行いません。その中で、なぜギャラクシーというブランド名ではなく、サムスンという企業名で販売しないのか不思議です。堂々と韓国製品ですと販売すればいいのではないでしょうか。日本のほとんどの人が、それが韓国の製品だと知っていますが、購入に至らないのは、韓国の製品という理由だけではなく、発火などがあったためと、商品を完全に点検しないで発売しようとしたり、名前を隠して販売しようとするメーカーの問題ではないでしょうか。ギャラクシー関連の話題には、韓国のネットでかなり反響がありました。そのいくつかをご紹介します。呆れた。日本では会社の名前さえ明かせないようにするよね。日本という国は未成熟のお手本ではないか。サムスンが韓国企業というイメージが強くて買わないという話があった。サムスンがギャラクシーで日本市場を狙うとき、喧嘩がひどかった時期だったはずだ。それで、日本の奴らは、ギャラクシーがサムスン製だと知らずに買ってるの。売れることが一番重要なので、何でもして日本で売ってください。仮にサムスンのロゴを消しても、日本で外貨が稼げるのならいいのではないか。とにかく、日本でお金を稼ぐことだけを考えましょう。サムスンの方がはるかに優れているのに。サムスンの方が綺麗だ。でも、日本でたくさんお金を稼ぐなら、それでもいいと思う。このネットの意見に対し、日本のネットユーザーがさらに反応しています。そのいくつかをご紹介します。韓国製のイメージが悪すぎて、韓国製とわからなくしてまで販売してるだけだよね。恥ずかしいのは、そんな姑息な手段で押し付けてる方じゃないか。サムスンは昔、日本の国旗や日本絡みの絵文字を削除して販売して、そのせいで日本では企業名出せなくなったんでしょ。有名な話じゃないの。だいたい CM に旭日旗や相撲を使って日本企業のふりしてたのに今更じゃない。何もわからない年寄りに売りつけるんだろうな。
日本でのサムスンの通名はギャラクシー。当初はちゃんとサムスンのロゴ使ってたのにね。そのまま堂々としていればよかったんだよ。海外では日本企業のふりして、日本ではギャラクシーという通名で偽ってるから支持されないんだと思う。ただでくれるって言われてもいらないかな。ガラケーからスマホに変えようと某ショップに行ったらしつこくギャラクシーを押し付けられた。国産はないのって聞いたら取り寄せになるので時間がかかりますと言われて、何が何でもギャラクシー買わせようとしてきた。某キャリアにキックバックがあるんだろうね。確か4万円が販売員に入ると元販売員が言ってた。だから老人に無理やり売りつけてるんだな。ただならもらうわ。ただし絶対爆発しないやつな。なお、オリンピックで配布したやつは通信できずにゴミになりました。今がわからない。ロゴを消したのは企業側だろ。CM に力士や桜、富士山を使って日本製として語って売ってたんだし。勝手に爆発する携帯電話をゴリ押しで売られるのは迷惑な話です。サムスンのロゴマークありなし以前の問題じゃないか。1回でもアウトなのに再発させたよね。なるほど。韓国ではサムスンのロゴを消したのは日本だってことになっているのか。自分たちの後ろめたいことを全て日本のせいにするなんて彼ららしいわ。オリンピックで日本メーカーのスポーツ用具のロゴを消して出場していた某選手がいたけど、あれも日本人が無理やりやらせたことになっているとか。不買運動初期の頃もライブとかでヤマハとかローランドのロゴにガムテープ貼って隠してたっけ。国際大会で日本製のシューズロゴにテープを貼ってまで履いて出てくる間抜けよりマシだろ。メーカーが日本で売れないからと企業ロゴを消しただけなのに、何も知らない方々は日本が消したと思い込んでいるらしいね。最後まで見ていただき本当にありがとうございます。なりすまし、ダメ、絶対と思う人は高評価ボタンを押してください。また、今回の話題について思っていることがあれば気軽にコメントしてください。面白い話題をまた探してお伝えしますので、チャンネル登録も忘れないでくださいね。